皆さん、こんばんは。今回は、スカイアローブリッジの東に広がる矢車の森。ですが、とりあえずグラードンです。以前、ブラックシティあたりまで広げていた陸地からさらに南。よその陸地をコピペしてくるだけです。32×32 範囲のストラクチャーブロック260個分ぐらいを。続いて、そのコピペした陸地の微調整。今回は、陸地の西側、ヒウンとの間に流れる川の岸辺をそれっぽくデコボコさせます。これが地味に作業が多くて大変で、元の地形に自然生成された川やら、海面と同じ高さの地形があれば、そこをそのまま川岸にしちゃうのですが、まあ無理やりコピペしているのでそううまくはいかず。結局、また断崖絶壁になっちゃいました。ロイヤルイッシュ号から眺めるこの辺りの川岸には絶壁なんてないわけですが、まあ、そこまで再現できないよ。とりあえず、絶壁でも川岸っぽくしたところで、このようなよくある海が、ちょっと南の陸地が邪魔だから海洋がして、こうなって、この広げた海を今度はグラードンして、どうでしょう。ちょっと先のものも映っていますが置いといて、まだ色々と調整が必要な状況ですが、とりあえず、これで、グラードンも大方終了し、いよいよ、大きな川が2本流れ、陸地が南北に伸びている、一種地方、と言える場所になってきたのではないでしょうか。いやー、結構広い範囲を作ってきたんだなー。さて、グラードンしてかなりの達成感を感じていますが、あくまでそれは下準備。今回は、その陸地に矢車の森を広げます。先ほどのグラードン作業と今の風景でお気づきかと思いますが、この辺り、マイクラのジャングルバイオームが広がっているんですね。一種地方のこの一帯は、ジャングルって場所じゃないだろう。と、当初考えていまして、陸地を広げるにはこのジャングルを持ってくるしかないけど、ジャングルは邪魔。なのでジャングルを持ってきた後、そのジャングルを焼き払ってしまえ。と思っていたのですが、面倒なのでやめました。まあジャングルと思えばここに広がっているのは違和感あると思いますが、森、と考えれば、矢車の森周辺に森が広がっているのはちょうどいいじゃん。ということで、ジャングルはそのまま、矢車の森、ということにしました。皆さんもそういうことで、ご理解をがー。そんなわけで、ジャングルの中に森を広げているわけですが、これがまた広くなっちゃって、特に横に広いんですね。そこで、本来なら南北に伸びるこの森ですが、東西に伸ばすことにしました。こうしないと、森の左側がヒウンとの間の川に突き出ちゃうからね。ただ一方で、そのように東西に伸ばした結果、今度は、森の右上。ここはブラックホワイト湾でビリジオン君と会える死作の原という秘境のような場所が広がっているのですが、ここがねまあご覧の通りですが、スカイアローブリッジから伸びる車道、ここと重なっちゃって、その車道を本来なら東に伸びているところを北に伸ばしたり、スカイアローと森との接続部分の林道を伸ばしたり、いろいろやって、なんとかそれっぽい広場を確保するのが限界でした。純伝説のポケモンと出会える、森の奥の秘境。って感じは一切なく、すぐ目の前に橋に道路が広がる。森林開発一歩手前で難を逃れた場所って感じになっちゃいました。お許しくれっぴー。このように、森を広げるのにはだいぶ苦労したわけですが、この森を作ること自体は、まあなんてこともなく。あえて言うなら、やはり、木。
全体マップを見ていて初めて気づいたのですが、森の右上、先ほどお話しした試作の森周辺と、左側一帯。木の色がちょっと違うんですね。森の奥地、ということで、より鬱蒼としている感じにするためだと思うのですが、このマイクライッシュでもそれに合わせ、そのあたり違いをつけました。この木にジャングルの葉を使えば、周囲の地形と馴染むんじゃないかなとか考えたり。そんな感じで木を適当に並べたわけですが、そんな木より頭を悩ませたのは、木のトンネル。今お話しした色の違う木のあたりに通り道としてある、木のトンネル。これがなかなか、難しい。3D モデルでも用意しようかと思いましたが、縦だったり横だったり斜めだったり、色々パターンありすぎて面倒。それっぽいブロックでそれっぽくトンネル作って、おしまい。これで森は完成。といったところで、皆さんご存知の通り、この森の東側。尻尾をしてとの間に矢車の森の外側とでも言うべき場所が広がっているわけですが、それは、次回で。グラードンしてこんな広い森作ったんだもの。疲れちゃったよー。まあちゃんと次回作りますので、今回はここまで、と言っても陸地を広げ、森を広げ、やることは結構やった結果がこちらです。ということで、矢車の森でした。ブラックホワイト湾では、うっそうとした森の中を探索した後、たどり着いたスカイアローブリッジですごい開放感と、ドキドキしたことを覚えています。その感覚に近づけるため、この森はうっそうとした感じにしたかったのですが、周囲のジャングルが意外とうっそうとした感じに役立っているんじゃないかな？さて、これでスカイアローブリッジの先の足がかりができました。ので、次回はこの先を順当に進み、尻尾をして、どことなくおしゃれなイメージがある街。そんなイメージをうまく出すことができるか、自信はありませんが、頑張りますので、また次回、よろしくお願いします。